はい、田村です。数ヶ月前に、購入しました、このロックカプラーの、使用感を、今日は、まとめていこうかなと思います。よろしくお願いします。はい。以前にですね、こちらのロックカプラー、グリスを挿入する口ですね。購入時すぐの動画は以前撮ってると思うんですが、数ヶ月経ちまして、使っていく中でいろいろ思うことがありましたので、実際にやりながらその点をお伝えできたらなと思います。はい。まず一つ目なんですけども、この今使っているロックカプラー、爪が3つあるんですが、グリスがですね、ここに溜まると、開きづらくなるんですね。なので、機械用の清掃スプレーを吹きかけて、掃除するか、このように布切れを使って、ここを一回掃除して、入れてきますね。こういった感じで。刺したら、クイックイッとやって、入れた時に、ここから漏れもないですし、綺麗にグリスも入ってますので、入りましたら、外す。で、元のグリスを引いております。うまくちゃんと入ってれば、周りにべったりつかないんですが、掃除する。ということを毎回、この3本爪の時は、やってます。はい。ポイントとしては、ここにグリスが溜まると開きづらいので、しっかり開かせるためには清掃が必要になってきます。っていうのと、使い終わった後もしっかり綺麗に、この根元ですとかにね、グリスをね、拭き取ることによって、次の使用するときも使いやすくなりますので、その都度綺麗にしとくのがいいかなというふうに思います。あとこの3つの刃のタイプと、新たにこの6本の爪のタイプ購入しまして、6本爪は中にこのゴムが入ってますので、そこにグッとこうグリスを注入するトップを差し込むことによって完全にロックされますので、では行ってみます。先ほどよりも結構強い力でグッとこう押し込みます。では行きますよ。グリスが入りましたら、こっちの方が抜く時のこのバネが結構強めなので、この2本の位置が同じところにありますので、掴みやすさはこちらの方があります。はい。こっちは1ヶ月前に購入したばかりなので、だんだんちょっとグリスのトップ、これですね、ここに差し込みにだんだん合ってきました。購入当初は全然この頭に合わなかったんですが、中のゴムの方がここの形状にだんだんとこう合ってきましたので、1ヶ月経ってやっとようやく使いやすいような感じになりました。結論申し上げますと、グリスの入れる口にはまりやすいのはこっちのタイプですね。こっちは思いっきり押さないと中がこうゴムになってますので、噛み合わせが悪い印象でした。はい。という風な感じで、あとはこのグリス入れる口のトップの大きさにもよるんですけども、あんまりこのグリスの入れる口が大きいと、こっちのタイプは、はまりづらかった。プラスはまらなかった場合がありました。ので、こっちはちょっと都度掃除する手間は必要になってくるんですが、爪が6本よりも3本の方がまだやりやすかったですね。という検証結果でした。とはいえ、購入時のそのまんまのグリスガンについてるものよりも、ロックカプラ、このタイプの方がグリス漏れが少ないので、グリスの無駄な漏れとかがなくて、すごく使い勝手はいいかなというふうに思います。はい、これから、農業機械、春先使って、夏場とか、秋口までずっと使ってきますので、都度グリスアップしていくんですけども、こういうグリスの漏れとか、やっぱり気になると思いますので、ロックカプラーは、すごく有効な道具だなというふうに思ってます。で、年々ね、各資材、農業用資材が高騰してますので、いくらかでもね、
農家個人で、機械のメンテナンスをして、あとはグリスの漏れもね、少なくして、長くね、農業機械使うことによって、農業の経費も抑えることになりますし、自己メンテナンスね、都度やることによって機械も長持ちしますので、こういったね、ちょっとお金はね、かかりますけども、こういった道具の、導入もね、後々の経費削減にもなると思いますので、ロックカプラーは有効な、農業の、部品の一つだなというふうに思ってます。はい。というわけで今日は、ロックカプラー、この2種類ですね。いいとこ悪いとこ、あとは検証結果を、お伝えしました。はい。以上となります。外れました。いつもご視聴ありがとうございます。高評価、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。